ガチャファルコンズの千秋です。安藤です。今日は男湯に女性従業員が入るのはなんで OK なのかっていう話について語っていきたくて、少し前に話題になっとったんやけど、NHK ニュースの記事で、男湯男性トイレに女性清掃員なぜ OK っていうタイトルの記事があって、で、この中に栃木県の高校3年生の男子生徒の声が出てきとって、それによると、部活帰りに友達と銭湯に行きましたと。脱衣所で服を脱いでいたら目の前を女性の従業員が横切りました。友達と中にその女性従業員がいたら嫌だねと話していて、頭を洗い始めたら横から女性従業員が来て、僕のところにあったシャンプーを詰め替え始めました。本当に恥ずかしかったです。これがもし逆の立場だったら世間では大炎上するはず。なぜ男性は女性従業員が男湯に入ってくることについて我慢しなければならないでしょうかという声が上がっとって、この男子生徒は、苦情も入れたらしいんよね、この銭湯に。けど、世の中には男だからそれぐらい気にするなっていう風潮が日本にはびこっているっていうのが問題だと思うっていうことを言っとって、はいはい。同時にこの記事の中で、温泉振興協会っていう団体が調査しとって、銭湯の中で男性浴室清掃に入るスタッフは男性か女性かっていう調査があって、56% の施設が男性。で、残り 44% が女性スタッフが、清掃に入ると。はいはい。で、その一方で、もう一個調査が載っとって、その利用者側へのアンケートで、男性脱衣室、浴室に男女どっちの従業員が清掃に入ってくるべきかみたいなアンケートで、50% が男女気にしたことがないと。20% が男女どちらでもいい。で、25% ができれば男性従業員がいい。5% が必ず男性従業員がいいって答えとる。だいたい3割ぐらいが男の方がいいって言っとるよ。そうやな。3人に1人ぐらいは、同性に清掃してほしいっていう男性がいると。ただ、銭湯とかその温浴施設側からすると、そういう声っていうのはたびたび聞いとるから改善をしてますっていう施設もあれば、人件費とか男性従業員を確保するのが難しいから、なかなか男性従業員が必ず男湯を清掃するっていう、状態に持っていけてないっていう施設もある。どうやろうな。個人的には、俺よく銭湯、週に1回は必ず銭湯に行くぐらい、銭湯とかサウナ好きやけど、家の近くの銭湯やと、結構若い20代ぐらいの女性が清掃に入ってきたりもするんやけど、別に気にしたことはないんよ。そうやな、俺もどっちかって言ったら、別に気にせん立場で、逆にその3割ぐらいの人が、男の人が清掃じゃないと嫌っていう男目線からっていう意見が意外に多いなって思ったぐらいやな。俺らみたいな考えの人がおるから嫌なんやろうな、ここに出てきたその男子高校生みたいな人は。いや、でも、別に対して知り合いでもない女性スタッフの入ってきて嫌っていうのは自分の体を見られるから嫌なの。そうなんじゃないかな。体っていうか、陰部じゃない。要は、裸やからってことだよ。俺が実際そんなに銭湯とかで女性スタッフに見られたことがないからこう言っとるだけで、実際見られた立場やったら、嫌になるっていう気持ちもわからんでもないけど、それでもなんか気にしすぎな面はあると思うけどな。そこまで女性スタッフが自分の陰部を見とるかって思うか？銭湯入っとって。思わんけど、俺もそれは思わんけど。仕事やろ、向こうも。銭湯やからな、仕事やし、歴史的な観点で言うと銭湯って昔は混浴やったわけで、例えば銭湯っていう文化が誕生したのは江戸時代らしいんやけど、当時はもうその男女混浴スタイルが一般的で、入り込み湯とも呼ばれとったよな。で、多くの人は純粋に入浴を楽しんどったと。で、そこでもやっぱりその風紀を乱すようなものは少なかったっていう、歴史的な記録も残っとったけど、ただ明治時代に本格的に混浴っていうのは禁止された。今、東北の方とかだと結構混浴の温浴施設っていうのはあるんやけど、市町村、自治体によっては完全に禁止されとるところもあるよな。東京でも区によっては男女混浴禁止っていう風になったのよ。条例によって。あくまで今はさ、女性従業員が清掃で入ってくるのは仕事やし、相手が気にしてないっていう前提があるから、我々は平気なんかもしれん。そうやな。だから医者にさ、裸見られるのって別に嫌じゃないやん。そうやな。女性の女医に見られるのも。それもこっちが向こうが仕事やからって割り切っとるからって思っとるからやな。そうやな。ただ確かにというかジロジロ見られたら嫌かもな。その女性従業員に。明らかになんか舐めますように見られたら、
なんやこいつって思うけど、まあでも最近は、まあさっきも言ってたけど、若い従業員のさ、女性スタッフが入ってくるもん。まあ確かに都会とか田舎問わずにあると思うで。で別に俺も入ってくるなら、おばちゃんよりかは、やっぱ若いスタッフが入ってきた方が別に嬉しいまではいかんけど、おばちゃんに比べられたらいいと思うで。で、そこで男が露骨に見せびらかすとかしたら、それは問題やけど、どうせな、同じ女性が入ってくるなら、若い方が来た方が、例えばそのサウナのさ、女の人がさ、仰ぐっていうか、熱波ロウリュとかそう、熱波。ロウリュのとこもあるやん。中には。女の人が入ってきた方がいいけどな、むしろ。俺も、そうやな、まあ、なんか変態やと思われるかもしれんけど、女性従業員が入ってくる方がいいよな。いや、もちろんな、そこで意識してしまったり、ましてや、その勃起なんかしたらもう言語道断やけど、同じ仕事するなら、やっぱ、客の立場としてもな、男性スタッフが入ってくるより女性スタッフが入ってきた方がいいけどな。そうやんな。銭湯に限らずやけどさ、対面でサービスを受ける場所やったらさ、それは可愛い女の子がおるとこの方がさ、こっちとしても心地いいやん。まあ、そうやな。これ別に男女差別かそういうことじゃなくて、感情的に、本能的にそうやん。どうしても。うん、そうやな。だから、別に銭湯の清掃は俺は男性より女性やし、うん。高齢女性より若い女性が入ってきた方が嬉しいけどな。まあ、そうやな。別にチンコ見せびらかしたりとかせんけど。見せたいっていう願望があるわけじゃないけど、もちろん俺らも。そう別にだから露出願望とかはないけど、嬉しいけどな。女性が俺はな。いや、ちょっと、性犯罪者予備軍みたいなさ、風に見られるかもしれないけど。いや、でもこれ共感してくれる人結構おると思うんやけどな。だから、このなんか問題の、その改善すべき点っていうのが、雇っとる側の方が、もうちょっとそういう配慮をしていかなあかんのじゃないかとは思うよね。そうやな。だから、女性スタッフも男湯に入りたい人って多分少ないやん。少ない。よっぽど、それこそ女性側で変態じゃない限りは、そんな、いやいや、やっとると思うよね。なんでわざわざ異性の、とこ。入らなあかんね。だからなんか、俺が銭湯のスタッフやったら、女湯清掃してきてくれって言われたら嫌やもん。まあ嫌やし、入ってきた人から、でもどんな目で見られるかも分かってるからな。特に男が女湯の清掃するなんて。女性スタッフも男湯に入った時に男側から嫌やなって思われとるって分かっとると思うから、その女性スタッフが悪いとかでもなくて、やっぱ銭湯側問題があるよな、銭湯側に。そう。そこを、改善できれば、こういう男子高校生のな、女が入ってくるのはやめてくれっていうのもなくなってくるんじゃないかなと思うけどな。男側に女性スタッフが入ってきても別に気にせんわみたいな。男やったらそんな気にすんなみたいなさ、風に思っとる人がおるから、その女性従業員が男湯に入るのがなくならんのやろうな。そうやな。まあそういう男性利用者に戦闘側が甘えとるっていうのもあるよな。まあそうやな。こういうやっぱり話戻るけど、その入ってきて見られて恥ずかしいっていう思う人は、そうあんまり見られた経験とかがないから恥ずかしいと思っとんのじゃないか。女性経験が少ない。女性に裸を見られた経験があんまないから。そう、ないから裸になったら女は絶対自分を見てくるだろうっていう、なんか過剰になんか反応してしまっとる感はあるとは思うんやけどな。女性側も男性経験が少ない人やったら、男湯に入ったら、やっぱ男の人の裸を見てしまうかもしれんしな。まあ興味本位でな。性的な目っていうよりは興味で。確かに、自分が童貞やったら、恥ずかしいかもしれんな。まあ確かに。普段異性に裸を見られる経験がないから、まあこの人の気持ちもわからんではないけどな。さっきも言ったけど、相手が自分のチンコとかに興味がないっていう前提があるから、そうなるわけやん。例えばその、男性利用者の中にさ、その同性愛者の人とかがおってさ、自分の体をすごいジロジロ見てくる男がおったら嫌やん。まあ確かにいい気分はせんわな。だからなんか実際俺らもさ、なんか地元の銭湯でゲイに追いかけ回されたことがあったやん。入る先々になんか全部ついてくるのね。デカめのスーパー銭湯やったけど、いろんな湯船があって、俺らが湯船移動するたびに同性愛者っぽい男の人がついてくるんよな。確かおっさんやったと思うけど。それ経験はあるから、そういう気持ちになるんかなとはまあ思うけど。まあこれはまたちょっと違うかもしれんけどな。女性やから見られるのが嫌ってことやんな。やっと思う。あくまでも今回の話はね。まあでも本当に、まあ女性も女性で、まあ下心がある可能性だってあるかもしれんけどな。男性の裸が見たくて、銭湯の従業員をやっとる可能性もあるってことか。それ言い出したらきりないけど。そう言ったらまあ別に男性スタッフでも男の裸見たいから
うん。従業員やっとるって人もおるかもしれんしな。うん、確かに。まあ、そんな、なんか少ない可能性を考え出したらキリがないけど、うん。昔からそうやん。女性が、例えば男性トイレで清掃しとったりとかさ、もあるし、プールの更衣室に女性の清掃の人が入っとったりっていうことが全然あるわけやん。あるある。そういうのに慣れとるから気にしてないんかもしれんけどな、俺らが。ああ、まあ、多分、そやな。そういうのが当たり前と思ってしまっとるから、別にいちいちそんな銭湯に女の人が入ってきたからっていう思考にはならんのやと思うな。これも小さい頃からの環境の問題やと思うな。だから俺らも、女性スタッフいちいち俺らのチンコ見てないやろって思っとるしな。うん、多分そういう意識が強いんやと思うで。じゃあこの嫌な人っていうのは、女性スタッフが俺のチンコを興味津々で見とるはずやって思っとるってことなのかな。うん。うん、やと思うで。だってそうじゃないと嫌にならんもん。もう言ってしまえば。それはなんかあれじゃない？自分のチンコがさ、すごいなんか価値があるもんみたいなさ、神聖か。神聖化しとるチンコ。好きな人にしか見せたくないみたいな。そんなに自分のチンコが興味を持たれるものやと思っとるかな。こういうニュースでも取り上げられることになってさ、世間がもう女性従業員をもう撤廃して、男は男の従業員、女は女の従業員にしか清掃させんってなったら、我々みたいな別に女でもいいよって言っとる人間からしたらさ、それは良くない風潮になっていくよな。あんま声を大にして言えんかもしれんけど。我々、世間的には少数派っていうあれやから。感覚的にはちょっと思ったんが、うん。その若い時ってさ、まあ今もそうかもしれんけど、母親にチンコ見られるのって嫌やん。なんかそういう思春期の時期もあったやん、俺らも。うん。それに似とんのかなってちょっと思ったな。立場違えど。でもまあなんかそれも母親がなんか自分のその息子の裸に興味があるからあるんじゃないかっていう風に会議の目で見とるからやんな。やっぱ恥ずかしさとかも踏まえての感情やと思うけどな。自分がなんか学生とか高校生の時に、例えば同級生の女の子が銭湯で働いとって、自分がその銭湯行った時にその子が清掃に入ってきたりして見られたら、うん。確かにちょっと恥ずかしいかもしれんな。あ、まあそれはな。知っとる人に見られるのが恥ずかしいな。そうやな。それは、下手したら噂されるかもしれんしな。あいつそっちにやったぞみたいな。確かにでも、ここで言っとるように、逆に女湯に男性従業員が入るような銭湯があったら、その銭湯は、絶対女性客寄りつかんくなるやん。うん、寄りつかんと思うし、もっと問題になると思う。問題になるな。うん、問題になる。うん、絶対今の SNS とかですげえ叩かれると思う。で、まあ銭湯側の事情もあるからな。俺らみたいな人じゃなくて、こういう、その女性従業員が入ってくるの嫌やっていう人が多数派になってくると、銭湯業の存続に関わるよな。まあ確かにな、従業員の問題もあるし、縛りやったらな、今カツカツでやってるようなところとかやったら、手回す余裕もなくて、このまま潰れるとかも全然あると思うから。逆に言うと、銭湯は営業日は必ず女性従業員がおるってことやんな。そうやな、おらな、回らん、やろな。男性従業員だけやとあかんもんな。なんか人材の確保も大変なんやろな、銭湯側としたら。女性従業員を守るためにって感じやな。なんか、若い女性に裸を見られて興奮する男性もおるからね。うん。やっぱり結局はその、女性スタッフも仕事の一環としてやっとる以上、それ以上でも以下でもないから、まあこっちが過剰に反応するのもどうかと思うっていうのがやっぱ我々のスタンスにはなると思うけど。俺が、その女性従業員別に気にせん派やから、従業員不足で男性従業員がおらんくなって男湯に回す人がおらんくなって、なんか清掃に入れやんだりさ、ルール違反する利用客を注意できないような環境になって秩序が乱れたり、その銭湯自体が廃業になるぐらいやったら女性従業員に全然入ってきてほしいな。うん。若い女性従業員入ってきたら嬉しいしな。うん、そうそう。全然見られてもいいしな、俺は。うん、そうそういいし、やっぱ女性従業員にね、熱波してほしいしな。うん、なんかむしろこんな体ですいませんみたいな感じやんな。若い女性やったらな。そうやな。若い女性従業員が入ってくるのを見越してちょっと体鍛えとかなあかんなみたいな。そこまで。思うかもな。今回俺ら二人ともそういう別に気にせんっていう立場やったから、多分意見がこう偏ってしまったけど、もし何か嫌な立場があれば。そうやな、女性従業員嫌やっていう立場の人がおるんやったら、なんか意見欲しいなコメントとかに書き込んでほしいですね。今日はそういう感じで、男湯に女性従業員が清掃に入ってくるのはなんで OK なのかっていう話を取り上げました。ありがとうございます。はい。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新してるので読んでくれたら嬉しいです。